こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、ゆずジャムを作ろうと思います。ゆずでジャムね。はい。ゆずの白い綿ね、あれ使うと苦くなると思ったらなんかそうでもなさそうですよ。あの白い綿っていうか薄皮が、トロトロにしてくれるんですって。だからそれを無理に取らなくてもいいみたいです。取るのはね、種だけみたい。そしてね、煮すぎてもあんまり煮すぎると何だったっけ、硬くなりすぎるんですって。だからそこら辺を注意していきたいと思います。お砂糖はね、好みがあるからね。たくさんの人は甘いのが好きな方は柚子と同じ量の砂糖入れたりね。そんなに甘いのが好きじゃない人は3分の1とか半分にしたり、好みですよね。私はそんなに甘くなくてもいいと思ってます。それで取り除くのは種だけにしたいと思います。煮すぎると硬くなりそうなので、なんかゆずジャムも簡単にしようと思います。簡単にしようとしたいと思います。どうやろう。簡単にするってどうやろう。簡単にするのはわかるけれども、この中のをね、取らなくちゃね、難しいわ。おいしょ。中の白いとこだとか、綿とかは取らなくっても、ペクチンでトロトロになるんですって。よいしょ。だから黄色いとこだけ取って薄切りにするっちゅうことしなくてよさそうね。白いとこ苦いのかと思ってた。ぐちゃぐちゃになるけど、白いとこだけ取って種だけ取り分けますよ。種だけ。だからゆずジャムも比較的時間がずっと煮詰めることなく、比較的簡単そうで、作るのも簡単そうですわ。なんかよかったと思って。種がすごく多い。今回3個でやろうと思います。作ったらね、空き瓶を熱湯に煮沸消毒して密封しといたらね、1年とか持ちますって。そんなに持つ前に食べてしまうけどね。よいしょ。そんなに持たしたこともないけど。よいしょ。作る量がね、少ないからね。はい、全部取りました。こっちの方は切っていきたいと思います。こっちの方は鍋に入れていきたいと思います。種だけ取って。種だけ取り分けますよ。もう絞らなくてもいいし。種だけ取って。種がすごく多いんですよ、ゆずはね、ビタミン C だしいいですよね。だからこんな時期にあるんでしょうかね、風邪予防に。よし。この薄皮がタンパク質なんだね。くっつくんだね。ねっとり感をさせるんだね。あんまり煮すぎると、だから
硬くなるんだね。よいしょ。種の量がすごいですよ。よいしょ。こんなに3個でこんなに種ありました。汁を入れて、よいしょ。はい。お砂糖お砂糖は柚子の3分の1ぐらいにしたいと思います。ざらめね。砂糖ってもざらめだけどね。そして様子見ながらもし足りないようだったら足していきます。比較的短時間でできると思います。中の薄皮とかも入れたので、早くとろっとすると思いますよ。なんかもうとろっとしてきた。もうとろっとしてきたけど、この皮はまた硬そうなので、これはあれだね。ミキサーとかでしたらよかったかな。もう柚子のジャムってすぐできるみたいだわ。もう硬くなってきましたよ。マーマレードみたい。もうマーマレードみたいになりました。もうそうだわね。ビタミン C たっぷり。もうちょっとお砂糖加えます。柚子の半分ほどは入れた方がいいみたいね。あ、種。ちょっと食べてみよう。美味しい。美味しいです。そりゃね、美味しいよね。あ、これにお湯足して柚子湯にしたら美味しいみたい。風邪にもいい、喉にも良さそう。これにね、茶碗にとってお湯足して柚子湯にしたら、なんか風邪にも喉にも良さそう。ビタミン C だし。あ、これいい。ジャムばっかりじゃなくても使えそうね。パンのジャムでもいいけど、湯飲み茶碗にとってお湯足してもいけそうですよ。もうドロッとしていい感じになったので置きましょうか。あんまりすると硬くなるっていうのでね。あ、これはいいかったですわ。これは私湯飲み茶碗に入れてお湯足して柚子湯にして飲むと思います。もちろんパンにつけてジャムでもいいですよ。ほら、これはいいね。昨日も柚子味噌もすごく良かったけど、柚子味噌すごく良かった。
このゆずジャムもいいね。ちょっと酸っぱくってちょっとほろ苦くって美味しいですわ。お湯入れてもいい。こんな感じです。パンにもいいし、お茶碗にとってお湯入れてゆず湯がいいです。風邪にいいと思う。よかった。これだいたいもう置いといたら固まるんですって。冷やしたらね。このいつもじゃないわ、皮だけ取ったら固まりにくいけれども、この白い綿、白い薄皮がね固まるんだって。はい、今日も見ていただいてありがとうございます。プリンセスモナコでした。どうぞ。いやー、風邪にいいですよ。これお茶っていうかね、ゆず茶、ゆず湯がいい。ありがとうございます。